こんにちは、わがままボディです。マリサだぜ。主ド S。何がド S じゃしばくぞこら。あひー。他の YouTuber が年始から投稿している中、正月だけで約1週間の休みを使い果たした主よ。はいです。少しずつフォローいただける人数も増えているのに何をしとるんだ？そのおかげで私たちも年末年始はゆっくり休むことができました。おだまり。あひー。ということで、視聴者さんの時間を無駄にしないためにも、とっとと動画に話を移すぜ。ゆっくりしていってね。今回の動画は、木曽川サイクリングロードから、岐阜県海津市にある木曽山線公園までのルートよ。以前の動画で木曽川サイクリングロードの動画を2本上げたけど、その最終章となります。今映っている地図はなんだ？これは犬山城から木曽山線公園までのルートを示しているわ。過去2回の動画もこのルート内に入っているわよ。ということはこの通りに走れば木曽川サイクリングルートを楽しめるんだな。そうよ、正確には木曽川 CR に加え木曽長良瀬割堤を走るわよ。後ほど紹介するわね。あ、地図がちょうど木曽長良瀬割堤ね。ちなみにこのログ残すためだけに昨日走ってきました。正月明けから仕事してるじゃん。あざす。では、早速行ってみましょう。しょっぱなから申し訳ないのですが、ここはすでに木曽川サイクリングロードではありません。ここはどこなんだ？微細文化広場という公共施設の近くよ。目の前に工事現場が見えるでしょ？見えるぜ。新しい橋を建設中らしいわ。新濃尾大橋とのこと。ここに橋が？みたいね。岐阜県大垣地方と愛知を結ぶ道はさほど多くないからね。ひょっとすると、新しいサイクリングルートを作れるかもしれないわよ。新しい道を走るのは気持ちがいいから今から期待が持てそうだぜ。動画編集用に調べたんだけど、北にある濃尾大橋と、南にある魔界大橋とのほぼ中間にあるのが建設中の橋の位置ね。濃尾大橋は一宮市の方、魔界大橋は稲沢や愛妻の方がよく使っていそうだもんな。一宮の微細の方や稲沢の祖父江の方は、南北どちらかへ移動する距離が減るかもしれないわ。にしてもなんでこの橋に尺を取ったんだ？今映っている道の交通量が減るかもと感じたからよ。となると、サイクリストとしては初心者の方でもさらに走りやすくなるんじゃないかな。合点。映像左側にオレンジの旗、見える？見えるぜ。これが西中野都線場。愛知県が運営しているわ。ということは、さっきの橋ができちゃうと都線場はなくなっちゃうかも。ランドマークの一つとして紹介しておきます。船に自転車は乗れるのかな？乗れるみたい。都線への乗車は別の動画で試してみたいと思います。楽しみだぜ。寒いぜ。主のたわごとはスルーして動画に話を戻します。木曽川の堤防沿いの風景をお楽しみいただければと思います。またお気づきの方もいると思いますが、ここは風を遮るものがありません。特に初心者のサイクリストの方はギアを軽くして走る。グループライドなら風よけとして誰かに前を走ってもらうなど、ご自身で負担が軽くなる走り方を試してください。ちなみに風はどちらから吹いてくるんだ？実は画面右から左に吹かれることが、または、右後ろから左前に吹かれることが多いです。後ろから吹く風なら追い風だから良さそうなもんだが？はい、今映している箇所で、気をつけたいのは横風です。横風？どうして横風に気をつけるんだ？横風は、前に進むにも抵抗になり、しかも煽られてハンドルがブレるのよ。強すぎる横風は、体を風の吹く方向に傾けて走らないと、自転車自体をまっすぐに進ませることが難しくなるわ。映像では堤防の上を走っているけど、強風の時は堤防を降りて下道を走る。っていう選択もありだな。その通りです。主、あなたも普段はこの道走らないでしょ？はい、魔界大橋に向かうルートの場合、堤防の上ではなく下の道を通るようにしています。それはどうしてだっけ？堤防の上は、路肩がないこと、車が多いこと、風がきついこと、が挙げられます。皆さんも慣れてきたら色々な道を探してみてください。堤防の道を少し進めさせていただきました。右折します。右折ポイントに特徴がつかみづらいので地図出しました。地図に木曽山線公園ってあるけどもう着いたのか？ここは稲沢市祖父江の木曽山線公園ね。目的地は岐阜県海津市の木曽山線公園なので、この道はこのまま走ると堤防まで一直線です。楽ちんだぜ。そうですね、このルートは他のサイクリストの方も見かけるのですぐわかるかなと思います。そろそろ堤防に出てきますね。霊夢、先に立て看板見えないか？そうですね。なんでしょう？左矢印出てますね。直進できない予感ムンムンしますね。主？はい、実は左折の看板がなければ直進しよう、と思っていました。が、YouTube の公共性を考慮すると、ここは別ルートの方がいいと判断。主にしては真面目だな。ですね。それほどでもちっぽ面白くねえ。あひー。皆さんにきちんとお伝えするとここでは主の言うことが適切です。俺たちはいじるつもりで主に突っ込んでいるんだぜ。ということだけは先にお断りしておくぜ。ということで、木曽山線公園内を抜けていくことにしました。戻ってここを左に曲がります。この木曽山線公園ネイチャープラザには、シクロクロスの会場がありますね。さあ、早速入ってみましょう。ここには輪止めもなければ、自転車進入禁止の看板もありません。お邪魔します。17時以降は入園できない、と書いていますね。
しかし我々には関係ありません。主はすでにアラフィフ。朝早く、夜早く寝ちゃうよい子ちゃんです。よい。ということで、17時の段階でここにいるようなタイムスケジュールを組みません。17時だと湯船に浸かって晩酌開始です。おっさんの入浴エピソードに心ときめく視聴者はいません。苦情が入りかねないのでこのくだりはここで終えるぜ。ちなみにお湯の温度は、シャーラップ。5本。ネイチャープラザの中は、ノーカットでお届けします。この辺りを走ったことのあるサイクリストもほとんどの方は堤防の上を走っていたはず。ネイチャープラザ内はなんとなく走りにくい、と感じているサイクリストの方へ、この動画が参考になればと思います。画面の右側の植え込みは歩道だぜ。心配性な方は歩道を走ってくれ、だぜ。さあ、駐車場に到着いたしました。駐車場内を突き抜けていきます。画面では見えませんが、右の方にシクロクロスの会場があります。会場を映していないのか、主？寒さと風の強さで根負けしており、素通りしました。ポンコツですね。あひー。だな。ガチョーン。先ほども少し触れましたが、堤防の上が通れれば、上り下りの手間もなく、パーク内を右往左往することなく、ルートもシンプルなので、そちらをお勧めいたします。今回のこのルートは、堤防の上で迂回看板が出ているために通っています。その点、ご了承の上ご覧ください。公式サイトに掲載のプドフには、サイクリングロードコース及び一般道と記載があるので、自転車が通行することは可能、と判断しているぜ。一般道といっても駐車場や歩行者がいる道を走るため、再徐行が適、と判断します。この後右折して歩道に入ります。その後、南側の広場へ抜けます。右折はここだな。そうですね。今、真正面に見えるオレンジの柵。あの向こうがシクロクロスの会場のようです。おお、かなり身近な場所にレース会場があったぜ。あ、ここ左折。シクロクロスか。一度見学したいもんだぜ。主、出てみたら？謹んでご辞退申し上げます。なんでよ？私の名前をおっしゃってみてください。わがままボディ。です。重力にされるままに垂れ下がったお腹で、シクロクロスなんてとてもとても。そうなの？そうです。砂場でこけるとわらび餅のごとく。わらび餅。さ、動画に話を戻しましょう。そうですね。無駄話している間に南の広場に入ったようですね。ここは野球のグラウンドのようだな。そうですね。動画では曲がるところを間違えて歩道に入っていますが、パーク内なのでどちらでもいい気もします。あ、車道っぽいところに出たぜ。ですね。右に野球のグラウンド。左にゲートボールっぽいグラウンドです。ノーカットって言っちゃったけど少しだけワープさせてください。失礼しました。同じ絵が続くので支障ない範囲でワープです。2つの駐車場とお手洗いがあります。車輪行でここまで来て、サイクリングを楽しむこともできます。わざとこの辺りは撮影しながら素通りしていきます。お、木曽川の水面が近いな。ですね。綺麗ですね。突き当たりを左折します。まっすぐ行くと水に落ちます。夏場どうしても水浴びしたい方は自己責任でどうぞ。河川のすぐ脇を走れるなんてなかなか贅沢な作りですね。探せば見つかるかもしれないが、私たちの知っている限りではここしかないぜ。こんな道は。そうですね。大阪では神崎川がそれっぽかった気もしますが、ここまで整っておりません。何度もお伝えしていますが、愛知、三重、岐阜にお住まいの方は、ロードバイクをする環境は整っている、と思います。特に岐阜は走りやすい道が多いです。ここは厳密には愛知だが川を渡れば岐阜だからな。ほぼ同じエリアと見ているぜ。おっと久しぶりの激坂区間じゃないですか。あ、いや多分違うと。そりゃあ言っても打たれアラフィフ実は今回のピナレロ、どうにもペダルが重くて、そこそこガチで漕いでいます。そうでした。あくまで自己責任ですがピナレロ FP1225C のタイヤを装着。ホイールはレーシングクアトロで走っていたのでした。エディメルクスは何をつけていたんだ？エディに今装着しているのはホイールはみんな大好きゾンだ。タイヤはミッシュランのパワーコンペティションよ。ついでにチューブは確かボントレガーのウルトラライト。激軽というわけではなさそうだが、ピナレロよりは軽そうだな。さて、世間話をしている間に堤防の上に戻ってきました。右前方に橋が見えます。あれば魔界大橋です。左側には木曽川管理事務所もありランドマークとしてはうってつけです。確かにわかりやすい。なお、魔界大橋を渡っていきますがここから走るルートは途中でお手洗いも補給もありません。この道を進み信号に出たら、画面上左折し、橋のスロープを下るとコンビニがあります。店員が美人です。その情報大事です。ちなみに出現する時間帯がバラバラです。今回コンビニ画像は撮っていませんが、魔界大橋コンビニで出てきます。ご自身でググってください。はい、ということで魔界大橋を渡ります。ここは歩道を走ることを強くお勧めいたします。画面をご覧ください。往復路とも車道の路肩がほぼありません。かつ、大型車が通る主要道路です。自転車を避けるためには対向車線にはみ出さざるを得ず、交通の流れ全体に影響を与えかねないためです。そしてもっと本質的にはライドを楽しむなら安全な道でです。それな。ですね。ということで、魔界大橋の絵面はこんな感じでした。次行きます。魔界大橋渡り終えて左折します。渡ってすぐだから迷うこともないんだぜ。ここだぜ。遠くに伊吹さんかなが見えていますね。そしてここも風を遮るものは何もありません。隊長、ライドのメンバーの力量などを検討した上で走るようにしてください。
特に往路の場合、同じだけの距離を走って帰らなければならない、ということを忘れがちです。特に往路が追い風の場合、今回の主がそうなんだろ？はい、行きは追い風。帰りは当然の向かい風です。もちろん、主はそれを分かった上で走っているぜ。また一度ルートを引いてみてください。魔界大橋から木曽山線公園センターで、ルートによりますが約15キロのライドになります。それが信号も何もないのでノンストップだということです。話の途中ですが、画面左下は木曽山線公園桜堤サブセンターですね。失礼しました。で、サンデーライダーの主や、サイクリストの方にとっては、仮に30キロ巡航だとなかなかハードかな、と思います。ちなみに今から行くところ正式名称は、木曽ながら瀬割堤。海津市の公式サイトでも掲載されている桜の名所だぜ。また、普段は車とバイクは進入できず安心してサイクリングを楽しめるぜ。ここを直進します。レッツゴー順。ちなみに瀬割堤自体は風景が変わらず単調な道だぜ。朝早くに来ると、ガチ勢が猛スピードで走っているので、早朝は気をつけた方がいいぜ。間もなくゲートに到着します。車両の輪止めが見えてきました。なんとなく入りづらそうですが、脇に自転車が抜けられるところがあります。車が行っているぜ。撮影当日は、工事車両とグライダーを飛ばす実験用の車両が入っていましたね。さてゲートを抜けてすぐに目に飛び込んでくるのが桜並木です。画面右手の木が全て桜だぜ。そうです。公式サイトでは約250本の桜の木があるとか、お花見ライドは鉄板企画。今年は撮影に走りますよ。私が、当然。ですよね。そして、先ほどもお伝えした通り信号や交差点がありません。良くも悪くも信号、踏切ではストップして休憩できたのですが、ここでは瀬割堤の上約10キロは止まる縁がない、と思ってください。一方、ノンストップで走りたい方や、車に気兼ねせずに走りたい方は、この道は素晴らしい10キロだと思います。和気あいあいと走るルートとして参考になればいいな、と思うぜ。さて、目の前に見える橋は東海大橋と呼ばれています。主が二ノ瀬峠に行く際走行している橋です。東海大橋と瀬割堤はジョイントできないのか？残念ながら東海大橋へのアクセスは直接はできないように施錠されています。Google マップ上、交差しているのでアクセスできそうだが無理なので、ルートを引く際の参考にしてください。アンダーパスがあるので、それを使って橋をくぐります。今更だが、撮影当日は雪が残っていたんだな。1月14日まで降り続いた雪が15日まで残っていました。14日は出張で大阪にいたため、愛知に戻ってびっくりしました。だろうな。本当は雪が多いイメージだぜ。主は動画を撮りためするために年末ライドをしましたが、SD カードを忘れる、という致命的エラーのため、動画のネタが残っていません。天気が良くないと撮影に出れないので、そこそこ影響を受けています。と、本人の段。その通りです。完全にミスしました。左の広場をご覧ください。なんだここは？ここは、木曽川滑空場と呼ばれています。滑空場って言葉を初めて聞いたぜ。そうですね。聞き慣れない言葉ですね。ちょっと調べてみましょう。ふむふむ。どうやらグライダーを飛ばす場所、のようです。左に白っぽいものが映っていますね。あれ、格納されたグライダーだと思います。ほう。軽くググってみると、日本学生航空連盟というところが使っているみたい。濃尾平野を一望できるのは幸せですね。主、まさか飛びたいのか？飛ばせていただけるなら飛んでみたいものです。ちなみに人でここを走った時大阪大学の方が飛ばしてました。あれ、撮影しなかったのか？ GoPro のバッテリー切れです。じゃ、仕方ないね。さあ、瀬割堤も終盤に差し掛かりました。ここでは、輪止めへの注意喚起です。輪止め？はい、早速一つ目が来ましたね。地面の黄色ラインです。間もなくガタンとなります。ここ、お分かりいただけたでしょうか？レイム、あれはなんだ？車やバイクのスピード抑制させるものです。普段は進入できないですが、用があれば進入できるのでしょう。その際、速度を落とさせるためのものですね。ということは、自転車もあれを避けるか乗り越えるかしないといけない、ということだな。その通りです。自転車の場合、道路の端はトラップがないので、そこを通過するのが良いか、と思います。この後、主が橋を通ります。間もなくです。ご覧ください。ここですね。ああ、本当だ。避けれるんだな。体に振動が来る、ということはフレームにも力は加わっていますから、避けて通れるトラップは避けてあげると自転車も喜ぶか、と。OK、わかったぜ。はい、ということで瀬割堤も終了です。あのゲートを抜ければ、竜田大橋です。右前方にはゴール地点である木曽山線公園センターが見えます。確かに走りやすい道だったぜ。風が穏やかならもっと気持ちいいだろうな。そうね、お天気だけはなんとも言えないけど良いルート、と思うわ。何よりいいな、と思うのが要所でパーキングがあることね。そうだな、主のように転勤族で車がないなら仕方がないけれども、車輪行できる方は、走りたいところまで車移動できるからな。その通りです。車に戻って先頭に浸かり家でビール、考えただけでよだれが、
皆様、長い間ご視聴ありがとうございます。木曽川サイクリングロードは3部作となりましたが、いかがだったでしょうか？すべてのサイクリストの方に、特に始めたばかりでどこ走って良いかわからない、という方向けに、ライド動画を発信させていただいた、つもりです。が、いかんせん地元ではないため地名の読み間違いなどもあったのではと思っております。またご覧いただいた感想など、お気軽にコメントをいただけると今後の参考にさせていただきます。では、最後に木曽山線公園センターの映像でお別れしたいと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。